ます。入りましたかね。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。今ちょうどバンバン11時になったので、アラートが鳴っております。また、アラートについてのね。こんばんは。よろしくお願いします。どうも、しめじさんよろしくお願いします。ありがとうございます。今ちょうどすごいブーブー実はアラートが鳴っておりますので、またそれを追ってで説明します。すいません。自分のちょっと変な話、YouTube がCM がつくようになったので、リアルタイムでなんかいろんなことができなくて、すいません。清水さんやっと見えました。はい。はい。まず土曜日ですね。お休みさせていただきました。コミュニティというか、あっちのブログの方では、お話をさせていただいたんですけども。サムネは12分の7でしたが、11分の7、23時公開予定となっていましたね。そうなんだ。間違えてました、僕。あれ？すいません。本当に。だから出てなかったのかな？そうだったんですね。サムネを間違えてたのだ。すいません。だからか。ここに今後の予定のところがちょっと僕が分かってなくて、これ動画の管理でまたトラブってましたね。11日20、昨日、そうだったんですね。完璧ミスりました。またちょっと、今からでも直しますね。多分これ、みんな、もしかしたら来ないかもしれないですね。シメディ、サムネは12分の7で合っていました。あれ？そうなんですか。なんでしょうね、これ。動画の管理っていうとこ見ますか？なんかもう、僕もちょっと、最近チェックができてないというか、もうなんか、このアラートライブも、なんか音声が出なかったりとか、ちょこちょこミスが出てて、本当に、あれですね。これコンテンツですけども、どうなんでしょうね。これかな？今やってるやつ、これが見れるのかな？放送中なのに動画の詳細を見てしまってるという。火曜日。ここじゃわかんないのか。皆さんが見ているやつだとどういう風になってるんでしょうね。はい。ごめんなさい。ちょっと今何か、どこで一般的に見られるやつがわかっていません。って言ったらいかがですけど。はい。でもしょうがないですね。もうミスだったらまた、はい、したいと思います。また修正したいと思います。はい。これ消しちゃって大丈夫だったっけ？これは。はい。まずですね、アラートの前に今日最初にはい。土曜日ね、休んだ理由っていうか、皆さんもご存知だと思うんですけども、今ちょうどこの、画面の下、どっちって言ってるんだよね。麻生太郎さんが出てますけども、もう皆さんも見てると思うんですけど、今日はね、安倍さんが、葬儀が、告別式がね、ありました。金曜日のね、襲撃事件から、4日経ちまして、いろんな思いがあると思うんですけども、いろんな方がね、話していると思うんですけど、僕もね、少しやっぱり表現する立場としてこう話していることもあるんですが、まずね、ちょっと広い範囲でちょっとまず言うと、子供たちというかが、一般の人ですよ、が、安倍首相のその事件に対して、実はあまり興味がないというか、今のその
世の中でこう、なんていうのかな、驚いてはいるんだけど、その関心というかは、かなり薄い。というか、まず政治に対しても当然薄いんだけども、こういう事件が、どういう意味を持ってるとか、そういったことも含めてね、関心が薄い。で、これは、例えば金曜日から特番をやっていたテレビ局が、実は特番をやっていないテレビ東京だったかなの方が、視聴率が上がったりとか、見ている層が、テレビなので、高齢者の方が多いのかわからないんですけど、それにしても、特番を組んでても、なかなか視聴率も上がってこないと。で、そういう中で、まず、これは僕も驚いたことなんですけど、そういう世間の、若い子たちとかは、事件は知ってるけども、そこまで関心はないなっていう。本当は、残念なことなんですけどね、それは。という印象。それから、もう皆さんも見てらっしゃる方は知ってると思うんですが、どういういきさつで犯人が、襲撃をしたかっていう、理由ですよね。で、これも調べていても、なかなか統一教会だとかいろんな話は出ているようなんですけども、どうもその統一教会のことについても調べていくと、よくわからないという状態。統一教会ではなくて、また統一教会の、創立者か何かがね、NGO だから、そういうの立ち上げて、その NGO のところの、安倍さんのメッセージか何かで、殺意を覚えたというような経緯なんですね。で、統一教会であったり、そこの NGO であったりは、あまりそういうことに関して、安倍さんのことに関与してないというか、っていうこともあって、これも原因ってすごい難しいと思うんですよね。すごく発言するのは難しいことだと思うんですけども、それでも、政治だけではなくて、今の日本が、こういう、形を持って政治テロっていうかね、が起こった。ということに関して、社会のドロップアウトしてしまったりとか、今本当に要は私たち言うと何を考えているかわからない人、これが人生をもう自分で終わらせてしまおうかなっていう人たちが起こす行動っていうのは、やっぱりもう、昔から事件とかそういうのはちょこちょこあったと思うんですけど、今回は銃という、日本では考えられなかったこと。で、こういうメディアも今、YouTube もそうですけど、きっと、もう今ってすごく簡単に作れちゃうんですよね。多分、火薬とかで YouTube で見れば、やり方も載ってるだろうし。そういったことで、政治家の方は政治テロとは言ってるんですけど、多分、これは政治テロではなく、政治家だったのでテロだっていうことだと思うんですが、でもこういう無差別殺人というかね、っていうのは、これからも日本では、起こり得ることなんだろうなっていうことと、なかなか話難しいですよ。経済に、僕らは経済をね、中心に、話してることはあるんですけども、これが、政治が変わっていくかどうかに関しては、難しいと思うし、経済もじゃあ変わっていくかっていうと、難しいと思うし、というような、私たちが思うことはね、たくさんあるんですが、そういうことをね、その土曜日の時点では、やっぱりもう感情的なことがすごく強くって、なかなか報道とかに関しても、まだ何も本当にわからない時に、ね、いろんな憶測の中で話しちゃいけないなと思ってました。で、今日火曜日になって、いろいろ事実も明らかになってきてるんだけど、でもまだやっぱりわからないことも多いなという印象です。はい。皆さんそれぞれ、特に中高年の方、それから、60から80歳というか、政治に一番関心のあるね、
方々っていうのは、この事件についてっていうのは、本当に重く受け止めてるだろうし、一人の政治家が亡くなったことだけではなくね、その事件の真相や原因、これからそういう社会背景っていうのもね、ずっとね、これからも考えていくこともあるだろうなって思います。はい、ちょっとまとまりのない話でしたけども、今日はね、こういった、話、本当はここニュース、これ、日テレニュースライブで流そうかなと思ったんですけど、ちょっと長かったので、今日はちょっと、もう僕が今日時点で思ったことをちょっと話させていただきました。はい。はい。じゃあちょっとこれ消しますね。日テレニュースの方は。皆さんも見てると思いますね。麻生さんのね、この話もちょっと複雑ですけどね。はい。はい。ことになります。それではですね、切り替えまして、今日の、まず特集の方からいきたいと思うんですけども、今これちょうどナスダックを出してます。1時間足と5分足ね。また今日も、この話もしていきたいと思うんですけども、それと上に、僕の画面の上にアラートが鳴ってますけど、しめじさんこれって文字とかって見えます？アラートの時間のやつ。ちょっとね、文字がね、小さくって皆さんこれ見えるのかなとかって思ったんですけど、見えればいいんですけどね。はい。ちょっともう、とりあえず今日この解説もねしていきたいと思います。で、あと、今日の特集なんですけども、レバナスについて、レバレッジナスダック100について。どこでしょうか？画面の僕のアイコンの上のこのアラートの文字っていうかCN50、60分上海50ベアとか、香港の HK50、60分香港50、セルシグナルとかこう書いてある、このアラートの文字というか、が小さいかどうかっていうのなんですけども、はい。すいません、いつもディレクターみたいなことさせてしまって。シメディ、OK 見えてます。本当ですか？ありがとうございます。そう。この文字のフォントサイズは、変えられなくって、はい。なので、チャート自体はね、これ2つ画面するとちょっと一時監視の方が見れないんですけど、普段のアラートの方のライブは、一つのね、チャートにこうやってしてますので、今日は、この2つ出してるので、この5分足も合わせて、ちょっと、分析とかね、させてもらいたいなと思っております。はい。で、レバナスの話も特集でしていきたいと思います。はい。それではですね、今日は、じゃあ、せっかくなので、こちらの今、使っているチャートを見ながら、アラートが出ているので、それがどういう状態か一個ずつ確認をね、していきたいと思います。はい。それではですね、上の僕の一番上の11時に出た CN50 の60分、上海セルシグナルっていうところからちょっと見ていきたいと思います。これ今、出してるのが1時間足ですね。それで、ここが CN50 なので上海50ですね。後から全体のこともちょっとやっていきたいと思いますけど。これが今、1時間足ですね。1時間足で、11時に出たですね。ちょっと待ってくださいね。これですね。ということで、23時に上海50が売りシグナルが出たということになります。ここです。で、今、売りシグナル、ちょっと売られてきていて揉み合って下がっていくかどうかっていうのは、今1時間足ですけど、5分足で見てると、持ち合っている状態ですけど、今ちょっと上がってますね。だから今のところだと、売りシグナルは出ていても、5分足だと、まだちょっとわからない状態であります。で、これは今、ちょっと検証してるんですけど、アラートの検証してるんですが、売りシグナルでも、ちょっと、これは
まだ売りじゃないんじゃないかなという見解です。なぜならば、この5分足のストキャスティクスも結構売られすぎのこの位置、下のところですね。今13とかですので、どちらかというと、ファイシグナルの方が強い。ということで、このアラート1個ずつちょっと検証していきたいと思ってます。はい。こうやってもう見てきます。はい。1時間足でちょっとシグナルが出て、5分足で、エントリーできるのかどうかをちょっと形とかね、いろいろ見ていきたいなと思います。じゃあ次行きますね。香港50の23時ですね。今出てきたアラートですね。香港出します。まず香港の1時間足を見ます。香港の1時間足もベアーと出ています。売りシグナルが出てるんですが、ここですね。売りシグナル、今揉み合ってて一回落として、で、今、包み足が出てここ包み足が出ていて売りシグナルだよっていうことで、売りかどうかを5分足で見てみます。で、5分足で見てるときに、この W が出てるな、ここが。ちょっと今見ますと、5分足だと、香港は三角持ち合いがあって、トライアングルがあって、これを下抜けたんですね。ここで。何時だこれ。22時40分に下抜けて、で、戻ってきて、という状態。このトライアングル、ここ見えますかね。トライアングルが出てきて、下抜けたよということで、今ちょっと戻ってまた下がってきたということなので、例えば5分足でこれを使ってやるんであれば、リスクリワード入れますね。ショートポジションの、ここですね。今リスクリワード入れましたけど。例えばエントリーされるんだと、ここの一回下がって戻ってきてるので、ここでショートを仕掛ける形で、もし損切りをするんであれば、このトライアングルの上のこのところですね。ここか、これで、見てくださいね。1時間ぐらいでトレードするんだったら、こんな感じですかね。今ちょっとシミュレーションだけしてます。はい。それか、もうちょっと長い時間でトレードされる場合だったら、次の損切りラインをこの上に持ってきて、こう抜けちゃった場合。で、あと、利確の方の幅も、ここぐらい。対 1. 点。これ、リスクが1で、リワードが 1.5 っていう形です。これちょっとだいぶ、取ってますけどね。うん。売りを仕掛ける場合は今こんなように、今もう上がってきてますよね。これちょっとこれで置いといてまた後で見てみたいと思います。はい。今、ちょっと登ってきてますね。はい。これちょっとほっときましょう。次行きますね。こんな感じでちょっと今、リスクリワード入れてみたいと思います。短期の5分の方。はい。次が、UK オイルですね。UK オイル。はい。で、これはイギリスのオイルですね。23時に、先ほど、売りシグナルが出てました。ここですね。ここですね。23時ですね。はい。で、かなり売られちゃって、今23時でドーンと売られてますけど、これを、5分足で見てみます。1時間足でかなり売られてますね、これ。99まで行って、今ちょうどあれですね、5分足は、ここで見ますと、ちょっとだけ。これちょっとここ5分足出しますね。トライアングルがあって、
形としては下抜けちゃって、すごい抜けちゃってますね、これ。逆に言うと、これ戻ってくるかな？今の5分足でトレードをするんであれば、戻ってくるかどうかですよね、これ。ちょっとごめんなさいね。いや、これちょっともう、落ちるナイフが下落がすごいですね。これトレード難しいですね、もう。この、トライアングルの落ちて戻ってきた、ここだったら良かったかもしれないです。ショートポジションのトライアングル抜けた戻りのここだったら、いいショートポジション持っても、例えば、リスクをここで、リワードを、これくらいですね。まあ、ちょっとこれサポートライン見なきゃいけないですけど、5本足の。どっかで引っかかってるかな。ありましたね、ありましたね。ここですね。98 点、ここですね。はい。こんな感じですね。で、ちょっと重たいな。ちょっといろいろ出してるので重たいですけど、こんな感じですね。はい。5分足で、やるトレード、ショートだったら、今はもうちょっと下がってきてしまったので、いい位置でいけずにもう、だいぶショートしてますけど、僕だったら本当にこの位置で待てれば、トライアングルの落として戻ってきたところをショートするのはありかなと思います。お花、こんばんは。よろしくお願いします。どうもお疲れ様です、お花さん。今日は、音声出てます。さっきまで安倍さんのことについていろいろ話してました。すいません。まとまりのない話をしてました。はい。ということで、ここは今、トレードできてないですけど、こんな風に考えたらどうかなということですね。とにかくこの1時間足を、上手に、アラートを使っていただいて皆さんも、銘柄を見てもらってね。で、どうなのかっていうのを検証するといいかな、なんて思います。はい。あと1個だけちょっとやりますね。23時で出たのが、ナスダックが出てましたね。ナスダックだけやりますね。ナスダックが、アラートが4番目に出てますかね。US100、23時。はい。これですね。で、この銘柄なんですけども、説明 US100 を使ってます。ナスダックの先物を。本当は、シカゴの、銘柄というかは、NQ1 びっくりマークっていうのを使ってるんですよ、確か。シカゴの取引所は。ただ、これはですね、トレーディングビューだと有料になってしまうので、若干数字は違っていても、リアルタイムで見る場合は、このナスダックは US100 っていうのの CFD 業者が使ってるのを使うといいと思います。で、あと SPX500 とかね。CFD さんが使っているものはね、無料で、リアルタイムで、出せますのでね。よくこの銘柄とかね、見ていただくと、使えるんだなっていうのを知っていただくと、CFD やってる方ね、いいかなと思います。たまにCFD のSNS とか見てても、どの銘柄使いますって書いてあったので、最近は僕はこのリアルタイムは US100 を使ってます。それじゃあちょっと1時間足を見ますね。11時に出た、このシグナルは、ベアですね。これです。こか。ここですね。ここもずっと20時でも、20時じゃない、22時でもベア出てますね。セル。しかもここ、今日ちょっともしかしたらナスダック売りの気配がすごいですね。
何かっていうと、今この1時間足で出ているシグナルがナスダックの、まずフィボナッチリトレースメントのシグナルも出ているのと、あともう一個僕の方でこのプライスアクションって言って、値動きを見るやつ、この赤いバーが出てますよね。これ別のシグナルなんですよ。今表示しているやつと別のシグナルも出てるので、10時に売りのシグナルが2つ出てて、11時に今掲示されてるシグナルも出てると。売りだっていうことで3つ今出てます。はい。で、今1時間足だと売りだよっていうことを言ってて。ただ、ここですね。1時間足でトレードされている方は、すごくここのナスダック先物が11,780で結構止まってますので、売りだって言ってても、ここを11,780のところをちょっと抜けたら、ストーンと落ちます。見えますかね。今日はだからこの11,780がポイントですね、ナスダックは。で、1時間足はこんな風に見えます。じゃあ、5分足の方ちょっと見ていきますね。で、5分足、これぐちゃぐちゃってなってますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと引き伸ばします。今5分足のナスダックはどういう状態かっていうと、トライアングルが出ていて、これを下にボーンと抜けちゃった。で、RSI も低い。形としては、これは、でも、急落っぽいですね。この10時から、急落っぽい動きをしています。ただ、10時半からのね、動きっていうのは、とても先物もね、大きいですので、この他の時間帯の動きよりも格段に取引が多くなりますので、値動きは荒くなりますが、そうですね、結構やっぱり5分足でも今、すごい売りのサインは出てますが、多分取引量が多いのと、この値動きが荒くなってるので、売りサインもすごい出てるんじゃないかなと思います。というのは、今の、もしかするとこの5分足で見ると、揉み合ってきてますので、今。はい。で、もし、ここを次で、売りを仕掛けようって言うんであれば、5分足で見るんだったら、僕だったらですね、ちょっと趣味っちゃいますね、ここも。ショートポジションするんだったら、このトライアングルをもう一回戻ってきた、ここですね。ここでショートを仕掛けて、で、損切りをこの上、ここですね。ここの上に持ってきて、で、リスクリワードを 1.5 にまずシュミって、青いところ。で、ここにサポートされてるかどうか。あとは、フィボナッチを、でも5分足のフィボナッチ引いてもしょうがないな。利確の時なの、聞いてもいいかもしれないですね。でも、まあ、どちらかというとこういうサポートラインで止まることがあるので、利確のポイントを、この過去の、止まってるところを、利確のポイントにするのもいいかと思います。これぐらいかな。で、このトレードに関しては、デイトレ、5分足ですので、これくらい見とけばいいんじゃないですか。これで今ね、何時間かというと、3時間ぐらいのトレードになります。はい。3時間ぐらいのトレード。ということで、一応、今、アラートを元に、実際に5分足でどういうふうにエントリーしたらいいのかなということで、簡単に、リスクリワードを入れてみましたけど、理由はまだこれ、本当はもっと、こういうダブルボトムとか、書いてありますよね。ブラックがいろいろ出てる方がいいと思います。トレードする。僕、だから今これやったのはトレードしましょうって言ってるわけじゃなくて、実際にここにまた刺さったらその後、どうなるかっていう検証ですね。をしています。今だから美味しいなって感じはまだしないので、はい。
ダブルボトムみたいなこういうフラッグが出てきたりとかすると、まあ、よりね、強い、トレードっていう形になると思いますけどね。まだ形がね、三角持ち合いちょっとポーンと抜けてみたぐらいな形ですので、ね。まあ、あと、この RSI のストキャスティクスもだいぶ低い位置ですので、だいぶ売られすぎのサインも出ちゃってるので、これがね、今のこの値が、ストキャスティクスが、50以下ぐらい、40とかだったらまだまだ売られる可能性も十分あるんですけど、だいぶ低いので、今、ここが14とかなので、ちょっともうこれで下げ止まるかもしれないしね。という状態だと思います。まあ、いろいろこう指標を見てみます。はい。ということで今、アラートニュースっていうか、ここでは解説をしていきましたけども、またね、毎回どういうふうにこのアラートを使っていくかっていうのもね、お話ししていって、皆さんもこのアラートを見て、1時間足で、ここ今、売りなんだなとか買いなんだなっていうのを見て、じゃあ実際どうかなっていうふうにして、やられるとトレードも面白い気はしますね。はい。なかなかこう上手にこのアラート使えるといいんですけどね。で、僕も全部できるわけじゃないので、アラート設定は40銘柄ぐらいですかね。この株式の先物の17銘柄と、FX の15銘柄と、仮想通貨の5銘柄ですので、だいたい37、8銘柄をアラートを入れてます。だから、すごく FX が興味のある方は FX のアラートを注目してもいいと思うし、僕はどちらかというと、先物とか CFD の方をね、好きなので、そちらの方のアラートを注目してやっております。はい。全部がね、検証できないですけど、時間があるときにはこうやって検証したりとかしています。はい。それではですね、全体の相場さらっと見てきた、1時間経ちましたので、見ていきたいと思います。あとですね、ちょっと先の話なんですけども、土曜日なんですが、これから相場がないので、土曜日のライブの時間をちょっと少なくしたいと思います。1時間で終わるように、11時から12時でね、終わるようにしたいと思います。だいぶ、だらだら喋ってるわけじゃないんですけど、だいぶ長くなって結構大変だなと思って、本当はこうやって短くても、濃くできればいいんですけどね。ライブってなかなか、その場でいろいろ状況で話すから、あれですよね。収録の方が本当は皆さんにとって有益な情報も多いかもしれないんですけどね。はい。すいません。土曜日だけ1時間で終わりますね。はい。それでは、今日1時間経った、米国株の方を見ていきたいと思います。今、1時間経ってナスダックの方が1回上がって下がってきたという状態ですね。はい。0.17。まあ、そんなにですね。11,300。先物の方を見てください、今。さっき、チャートね、見せたと思うんです。先物の方がちょっと動きが変ですね。変っていうか、先物の方が上がりすぎてたんじゃないですか。12,000まで行ってましたので、10時の時。多分、先物が、上がりすぎで下がっていたっていうことです。ナスダック自体は、こっちのね、ニューヨーク市場の方は、そこまでアップダウンしてません。なんでしょうね。先物これ逆に10時ぐらいの動きがおかしかったんですね。上がりすぎですね。SP500 が、あんまり動いてませんね。久々ですね、こう、ニューヨーク市場が穏やかな感じになってるのは。ダウもそうですね。全然動きが鈍いですね。はい。先物がちょっとひどいですね、動きが。で、半導体もあんまり動いてません。米国の金利に2年債 2.998、こちらが10年債 2.906 ということで、だいぶ近いですけど、でも、10年債の方がだいぶこう、バーッと落ちましたので、少し離れてはいきました。一時期ね、逆イールドしそうだったですけどね。はい。はい。恐怖指数は、でも、
値的にはそんなに、今日は穏やかですね。まだ。はい。アメリカの方はそんな相場になってます。世界の方ちょっと見てきます。今日そうですね、中国とかインドの方が良くなかったですね。アジア相場が良くなかったです。香港が久しぶりに21,000切りましたね。はい。ずっと21,000台あったんですけどね。はい。という中国はまあ、そうですね、ちょっと落とした感じはします。そうですね。昨日、だいぶ落としましたよね。中国は。はい。今日も続落ですけども、ちょっと月曜日が落としすぎた感がありました。台湾が、こんだけはすごいですね。半導体ここまで下がってなかったのに、2.72 まで落としてますね。まあでも今本当にちょっとなかなか、新興国も難しいですね。アメリカが落ちてるから、新興国今どうかなと思ったらもっと良くないっていうか、アメリカのドルのパワーが落ちてるから、新興国のパワーはどうかなと思ったんですけど、それよりも落ちてますね。はい。インドも16,000台ですので、ちょっとなので、なかなか難しい。ベトナムは上がってますけど、これ前まですごい悪かったので、1.69 上がってますけど、まだまだ全然、そこっぽいです。はい。夕方、ヨーロッパの方ですけども、あんまり動いてません。アメリカ同様、動きは、今日は鈍いです。ただ、ドイツ 12,800 ですので、だいぶ低い。12,000 ですね。ユーロが3000、ユーロの方がまだちょっと戻ってきましたね。でもな。3,500 切ってるからまだまだなんですけど、はい。なかなか伸びてこない状態であります。あと目立ったところは、そんなにないですね。アルゼンチンがちょっと下がってますけど。ちょっとブラジルも今良くないですね。そういえば。今日 0.44 ですけど、最近良くないですよね。はい。ずっと下がってきちゃってるというか、まあ新興国全体にずるずる来てますよね。南アフリカも今日も 0.1 なんですけど、ずるずる悪いというか、良くない状況です。はい。世界の方はそんな感じです。コモディティいきます。確かシルバーが今日ですね、この1年で最安値つけましたね。18.8 でしたっけ ?17.7 か。これもすごいですね。ずっと安値更新してますね。ゴールドも便乗してますけど、シルバーほどではないですけど、1700の前半。もうなんだウクライナの侵攻の前の状況というか、アメリカが株高だった、昨年の暮れで、ゴールドは見向きもされなかった時というか、もうそれぐらいの大きいぐらいになりましたね。もう有事から有事じゃなくなっちゃったというかですね。はい。金属はとにかく今は安いです。安いからといっても、まあゴールドはまだ買い場いいですけど、シルバーはどこまで下がるのかなっていう状態が続いてます。銅もそうですね。はい。ハードコモディティ全体にそうです。それでですね、原油が今ストーンと落ちてきました。ニューヨーク市場が始まってより即してきました。96まで落ちましたね、ニューヨーク原油が。どうなんだろう、これ。これ96でしょう。100までも戻れないかな。今日ちょっとエクソンモービルとかどうなってるか見たいですね。ブレンドも同じですね。北海原油ですね。イギリスの。こっちも同様です。天然ガスは一回ポーンと上げましたけど、やっぱりこれはちょっとテクニカル上のことでしょうか。ショートカバーでしょうか。今はまあ本当にそうですね。5近辺でうろうろしてるかなっていう感じはします。また暑くなれば状況変わって、上がってくるかもしれませんけどね。今はまだ、そんなにって感じはします。
それからソフトコモディティですけど、やっぱもう下落トレンドでしたね。はい。大豆もコーンも今月、下落トレンドのまんま進んでます。本当にでもでっかいですね。これ本当ですかね。コーンが 5% も下がるんですね。はい。コモディティ詳しい方とかは今本当に売り目線だっていうことで持ってれば結構取れてるかもしれませんね。大豆コーンあたりで。うん。僕ちょっと最近本当トレードがここソフトコモディティ結構やってたんですけど、もうライブの、言い訳じゃないです。ライブの設定とか、チャートとかいろいろ動かしてるのに、トレードがここなかなかソフトコモディティできてません。値動き見ていて下落トレンドだなとは思ってたんですけど、小麦も早いですね。7.78 ってすごいですね、これ。これすごいと思います。はい。まあ、でもあれなんですかね。アメリカのインフレにとっては、このコモディティの下落はいいことなのかな。原油も下がってきてて、インフレ抑えられるのかな。生活用品とかもあるんですよね。小麦ずっと高いって言われてたんですけど、需給がどうなんでしょうね。少しずつアメリカのとにかくインフレがどういう形で収まってくるかですよね。ここら辺の原材料が下がってきて、原油とかね、消費、生活用品とかがね、下がってくるとまた違うんだろうと思うんですけど、はい。またこの行方とアメリカのインフレのとこね、見ていきたいなと思います。はい。最後にビットコインはどうでしょうか。おっと、よろしくないですね。俺最近ちょっと見てなかったです、今週末。イーサもまた戻ってきちゃったね。いやーもう本当にビットコインいつしか2万ドル。イーサリアムが1000ドル？もうそういう相場になってきちゃいましたね。はい。まあ見てはいるんですけど、本当にイーサは僕も、って感じです。はい。何にも言えないわ。現物取引で持ってる方も本当に仮想通貨はもう、ね、悲観的なことばっかり、情報が出てるんですけども、耐えてますね。まあ、そんな中でも今日ね、話でレバナスで耐えてる方もね、いらっしゃるかもしれませんので、まあ今日はいいお話もできればいいななんて思っております。はい。それでは、SP500 の、今の、ヒートマップも確認していきましょう。今日1時間の、ヒートマップを見ます。セクターを見ます。マイクロソフトが今すごい悪いですね。珍しい。待ってください。決算？これでこれで見てもいいか。ちょっと今、オーバーラップします。ちょっと珍しい動きしてたので、マイクロソフト、見ます。いや、あれ？決算じゃないな。決算ここだもん。7月26だもんな。ちゃいますね。決算かと思いますけど、珍しいですね。マイクロソフトでこんなにズドーンと落としてるのは。なんかニュースがあったんかな。ハイテクじゃなくて、これ明らかに銘柄による何かあったと思いますね。はい。他をちょっと覗きましょう。アマゾンもちょっと悪いですね。1.32 ですね。テスラがマイナス 1.37。これ何？ハイテクのなんか 5% 落としてるのがあるけど。CRM ってなんだ？ソフトウェアの会社ですね。セールスフォースね。はい。なるほど。ここら辺が良くないんですね。ソフトウェアの会社がマイクロソフトもソフトウェアですね。ソフトウェアでなんかあったんですね、これ。ソフトウェアの会社がやられてます。はい。それから銀行系はプラスです。アップルもプラス。このヘルスケアのジョンソン&ジョンソンとかこのあたりもマイナスですけど、そんなんでもないです。
エネルギーやっぱり今日悪いですね。エクソンモービルマイナス 1.81 でシェブロンが、2%。今ちょっと色変わりました。ちょっと悪い。ただ、原油の今の先物の下げよりはまだ株の方が下げは少ないですね。日用品はウォルマートとかこのあたりはいいです。コカ・コーラ、ペプシ、このあたりもいいです。日用品の株は、いいですね。はい。そんな感じで、今日は珍しくソフトウェアが調子が悪い日っていう形で珍しい動きをしていますね。はい。全体的にはくすんでますので、そんなにアップダウンが多いわけじゃないと。業種によってという動きになっております。はい。じゃあ、世界の方も見てみます。世界の1時間ですけども、1時間今日おるのか。ちょっとスクロールします。はい。世界のもほとんど今日まばらですね。カナダもまばらだし、ユーロ圏もまばら、ヨーロッパまばらですね。セクターごとの動きになってます。目立っているのはブラジル。ブラジルが今日、さっきマイナスじゃなかったっけ？プラス、マイナスですね。マイナスです。それからオーストラリアもすごいマイナスが強いですね。から南アフリカもマイナスが強いです。あとはね、プラスもマイナスもあって、そんなに目立ってません。日本はまだマシかもしれない。この動き。ほとんど微増ですけど、はい。日本選挙が終わっても、日経ってそういえばどうでしたっけ？ちょっと待ってください。俺日経見てなかったな。なんで日経、これか。ごめんなさい。今戻っちゃって。日経、今日悪いんですね。26,300 ですね。選挙が終わって、昨日良かったのかな？でも良いって言ってもまだ 27,000 を上回ってないので、いいも悪いもないですね。26,000 台でいいとかって言えないですね。うん。いや、どうなるかな？ 24,000 とか割ってくるんじゃないかな？なんかあると。はい。そんな気はします。まだちょっといい材料も出てきてませんしね。はい。これから岸田さんがこれでまた参議院でとしていろいろ法案を通そうということで、金利に関してもね、アメリカ同様もしかして引き締めをするとか、なんかそんな話をしたり、税率上げたりとかしたら、株はやばいでしょうね。みんな言ってますけど、岸田さん継続で多分株価はもう、はい、ショートしていくしかない。もう先物見てショートしていくしかないなって感じはしますけど。はい。もう 27,000 なんかちょっと上回ったもんなら僕も 27,000 を拠点にショートをしちゃいますね、きっと。はい。今まだちょっとそんな動きないですけど。はい。日経のロングは考えられないですね。はい。ということで、世界の方もだいたいそんな動き、中国もバラバラですね。はい。ということで、今日おとなしい動きをしていると思います。はい。それでは、特集の方に入りましょうか。今日久しぶりですけども、レバナスについてですね、皆さんレバナスってずっと、なんか YouTuber さんでやっぱりレバレッジナスダック100ってあったと思うんですよね。これちょっとレバナスを一回出しますか？待ってください。これで。レバナス。レバナスって出ちゃいますもんね。検索すると。まずはここからお話をしていった方がいいかもしれない。なんでレイダリオが出てるかわかんないですけど。僕のが出てますね。レバナスというと、もうみんな、レバナスありかなしかとかは多いと思いますね。でも今時期にやっている人は少なくって、
やっぱレバレッジナスダックってインパクトがあるから YouTuber さんにとっては見たいものなのかなって感じはします。あ、そう、新しくau さんでこうね、この花さんっていう方、この時期にもっと安いレバレッジナスダック100が投資できるところ、au、なんだっけ、ここ。au レバナスっていうね。au 株コム証券だったっけが作られましたね。あ、これ第3のレバナスって書いてありますけど。これもすごいですね。この時期によく投資信託出しましたよね。ただ、思うにはまず、こういった一時期去年ぐらいまでレバナスって言ってて、ほんでアメリカの株がガーッと落ちてきて、みんな損失も被って、これからどうなるのって思ってる人もいると思うんですけど、こういう時期こそ、なんていうかな、レバレッジナスダックも、まあ見てみるといいんじゃないかなっていうことで、この時期にお伝えできることっていうのは僕も、まあ個人的に大事かなと思っておりました。で、そんな時に、どういうタイミング、僕ももうレバレッジナスダック見たいなと思ってた時に、なんとこう、投資塾のユウさんがですね、レバナスビを救いたいということで、レバナスの全力投資はありということで、ありかどうか重要度。これからなんかちょっと特集するみたいですね。はい。なんで僕ちょうどこれを解説しようと思ってた時だったので、いや、ユウさんもすごいタイミングだなと思って、今日はこれも紹介していきたいな。見られた方もいるかもしれないんですけどね。あ、まず、レバナスって言って初心者の方も知らないと思いますけども、まず、そこだけちょっと解説させてくださいね。これどっかから入れた方がいいか。レバナス。出るのかなこれで。あ、出ますね、ちゃんと。レバナス。はい。すごい通称ですね。投資信託でこんな相性ができるなんてほんと珍しい。はい。ということで一回ちょっとおさらいですけども、このアイフリーレバレッジナスダック100というのがどういうものかだけちょっとだけ確認をします。まあ、すごいですね、この題名が。世界最高峰のイノベーション企業群ナスダック100。まあ、ナスダック100というところのレバレッジをかけた商品ですよっていうことですね。はい。で、まあ、ナスダック100っていうのは、もう、投資をしている人は知ってると思いますけども、とにかく、ナスダックの上位100社を、ポートフォリオに入れたもの。で、こう書いてあるかな？僕は知ってる限りですけど、ガーファム、このナスダック100の、上位5社、ガーファムですので、Google、Amazon、Facebook、今メタですね。Apple、Microsoft。この5社が、このナスダック100のポートフォリオのうちの、多分今約、一時期は半分は占めてましたけど、今どれぐらいなんでしょうね。ちょっとポートフォリオが、みんなほら、Amazon とか株価が下がってきたので、時価総額も下がってるから、テスラぐらい入れて半分かもしれないですけどね。とにかく GAFAM プラス T というのが圧倒的にポートフォリオの中に占めている。ということで、100と言っていても、まあ、6社か7社ぐらいがもう本当に強く影響するという、株になってます。はい。まあ、ここをなぜ、まあ、紹介したかっていう理由の中では、僕はまだ、そのレバレッジは抜いていても、このナスダックっていうものに関しては、世界の最先端をまだ進んでいくのではないかなと思ってるんですね。はい。電気自動車であり、それからハイテクであり、いろんなそのイノベーションをこう起こしていく中で、まあ確かにそのイノベーションを起こしていくっていうのは、大型ハイテク株じゃない、もう次の世代の、ソフトウェアの会社であったり、いろんなね、あとテスラであったり、テスラの次にリビアンだったかなっていう自動車会社であったり、そういうイノベーションを起こす会社もあるかもしれないんですけど、ただ、
株価って、もう今回でお分かりになったと思うんですけど、株価と、企業業績って連動しないじゃないですか。今、ちょうどアメリカ全体でも金利のこととかもあって、下がってるじゃないですか、すごい。だから、でも、企業自体の価値っていうのは、そこまで下がってきてるわけではない。どちらかというと、この2021年の年末までに起こってきたアメリカの株が、もう株価が高すぎてしまって、企業の成長よりも株価のがすごい大きく上回ってしまったんですよね。まあそれはコロナのことがあって金余りもあったりとかして、ビットコインとか仮想通貨も買うし、テスラも買うしっていうことで、そこでどんどんお金が膨らんでいってしまったっていうことだと思うんですよね。だから実際の企業の成長は、と連動してなかったところがあったんですけど、今やっとこう見ていくときに、じゃあ長い付き合いをする中でナスダック、まあガーファムっていうのが衰退していくのかというところが僕一番ポイントかなと。で、僕はやっぱ投資をしている中で、ここはちょっと自分なりの考えですけども、ナスダックを見て世界を最先端を行っている、まあ、会社たちを、やっぱり楽しみにしたいんですよ。で、日本で、じゃあ、まあ、前から言うんですけど、日本がなんで僕はダメかっていうかは、日本でも、アップルみたいな会社が出てこないと思ってるんですよね。どっかで。小さいイノベーションを作ったりとかするソフトウェアの会社は出てくると思いますよ。まあ今で言うと僕らで身近で使ってるペイペイであったりとか、こういうフィンテック系の会社で、日本でもちょっと円決済が簡単にできる、もう今もキャッシュレスが増えてきましたんで、すごく便利になってきた。そういう会社もあるわけなんですけど、本当にそのハードも含めて、ちゃんとその iPhone みたいな形、それからマイクロソフトとかのパソコンっていうのがこれから日本で出てくるかっていうよりも、僕はどちらかというと、ナスダックの方に、この10年、20年っていう未来をかけたい。それを見ていたいんですよね。そこが一番の理由です。で、まあ、出会いがこのアイフリーレバレッジっていうのがあった時は、まだ僕も2020年ですけど、あんまり知らなかった。だけど、もうその時に出会ったのが、ちょうどユウさんだったんですよね。まあ、それも多分あって、ユウさんは。こんばんは。よろしくお願いします。あれ、今なんでしめじさんがよろしくに。サムネは12分の7でしたが、11分の7、23時今なんか公開予定音が出ていますね。となっていましたね。シメディ、サムネは12分の7であっていました。すいません、今ちょっと。シメディ、喋ってますけど、これ、事故ですので。シメディ、OK 見えてます。お花、こんばんは。よろしくお願いします。じゃあ、今ちょっと、これで喋ってますけど、この、投資塾のゆうさんのね、お話をちょっと聞いていただきたいなと思います。今、すいませんね。はい。シメディ、放送事故 W。そう。せっかく自分の思いをちょっと話したのになんか、すいません。じゃあちょっと出しますね。皆さんこんにちは。投資塾のゆうと申します。今日はレバレッジ投資に対する論理的なぶっ飛んだ話をしていきます。分散投資の概念を破壊します。皆様本日もよろしくお願いいたします。まずはレバレッジ投資に対する一般論をご紹介します。12時になるとアラートが鳴るかもしれませんので、すいません。チンチンと行くかもしれないです。レバレッジ商品に投資することは特に問題ないとされています。しかしながら、ポートフォリオ全体に占めるレバレッジ商品の割合が高すぎると、否定的な意見が一気に多くなります。今年はナスダックが暴落していますので、レバナスへの風当たりは昨年よりはるかに強いです。お花。今日の動画で、私は、×を丸に変えます。花さん、過去の、全力投資は、×ではなく、今日、音が、丸に変わります。チャットの音がね、ためのキーワードが出ちゃったんですよ、全部。一つ目が将来価値、二つ目が人的資本です。将来価値と人的資本を理解することで、レバナス全力投資を肯定できるようになります。将来価値とはについてお話をします。
将来価値とは、現在保有しているお金の将来のある時点での価値に計算し直した金額です。簡単に申し上げると、今日の100万円と1年後の100万円は同等じゃないよねという話です。将来価値の計算式は、現在価値×1プラス金利の期間上です。R の部分には金利や株価の平均上昇率が入ります。これなんかすごいですね、将来価値っていうのは。例えば、100万円を利回り 5% で5年間運用したら、なった。いくらになるのでしょうか。これアラートの音とか聞こえますかね。ちょっとまた教えてくださいね。僕のチンコーンってなるんですけどね。利益は28万円です。めっちゃ鳴ってるじゃん。将来価値の計算式から、これですね。この計算式から、お金を増やすために我々が何をしなければいけないのかが明確に理解できます。一つ目は、ちょっとこれ、ゆうさんの聞きながらちょっとアラートの速報言ってますね。ありがとうございます。200万円に12時で、アラートが鳴りました。カナダ円が60分で、バイシグナルと。それから、FX の OG 円が、12時で、ブル、バイシグナルが出ました。それから、フラン、スイスフランですね。フラン円も、バイシグナルが出ています。全部円だな、これ。12時で円がブルになってるってことで、円安になってるってことですね。円が全部。それから、12時で、将来価値を計算してみようと思います。上海がブルになりました。あれ、さっきベアだった気がするけど。この後点と点がしっかりつながりますのでご安心ください。ちょっと後で上海見たいですね。年齢40歳の投資家が日経がブルが出ました。積立 NISA に年間40万円。企業型 DC、天然ガスもブルが、ブルじゃない、これスーパートレンドが出てますね。トレンド転換ですね。毎年の積立金額の合計は64万円です。1、2、3、4、5、6個出てますね。PV、現在価値に当たります。ちょっと速報でした。1+R の平均上昇率を今回 6% としました。S&P500 の平均上昇率とお考えください。念のため申し上げておきますが、毎年きれいに 6% ずつ上昇するわけではありません。期間平均を取ると 6% ぐらいだよねということで 6% と記載しています。平均上昇率 6% ってこれ S&P とかの積み立てのことですよね、きっと。したがって1+R の N 乗は、このようになります。で、あとは、掛け算をするだけですね。64万円かける、ここに出ている、倍率を計算すると、将来価値はこのようになります。投資金額と、利回りは共通していますので、運用年数が長いほど、将来価値は大きくなりますね。で、将来価値を合計していくと、2500万円になります。投資金額1280万円の将来価値は2500万円ということです。実際は相場がいいとき、悪いときがありますので、2000万円から3000万円ぐらいの幅があると思います。で、私が今日皆さんに提言したいのは、現在の運用資産額の中だけで資産配分や投資比率を決定するのではなくて、将来価値まで加味して資産配分や投資比率を考えてもいいのではないか、これを提言したいです。ちょっと話が難しいところがありますけど、ここは。運用資産500万円の投資家がいたとします。500万円のうち400万円をレバナスに投資していたら、レバナスの投資比率は 80% です。ツイッターで批判されているような全力投資ですね。投資比率をこのように考えるのではなくて、積立投資の将来価値まで加味して、レバナスの投資比率を計算すれば、80% から 13% に低下します。現在の運用資産500万円と、積立投資の将来価値2500万円、合計3000万円、400万円を3000万円で割ると 13% ですね。13% だったら、特に問題ないように思いますね。現在の運用資産額の中だけで考えると、このレバナスの価値がですね、
半値になってしまったら200万円損をしますので、ポートフォリオ全体の評価損益率はマイナス 40% になります。ストップします。ここちょっと僕は聞いてた時に、最初なんでレバナスがこうなるのかなと思ったら、多分ですけど、今投資をしているレバナスの人は積み立ててるというかを、積み立てレバナスをしているのかどうかわからないんですけども、一括投資で今400万円でレバレッジナスダックを入れてて、この2500万円の方は僕思うんですけど、S&P500 の積み立てをして、年 6% 上がってきて、こうなってるっていう意味なのかなっていう解釈です。だから、レバナスはもう今一括投資をしていて、400万円からこれ400万円で変わってないので、レバナスの積み立てのことではないような気がするんですけどね。はい。S&P500 のことじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。はい。僕はそういう解釈をして聞いていました。はい。じゃあ続きいきますね。結構大きいですね。しかし、将来価値を加味した資産額で考えると、レバナスの価格がですね、半値になっても、ポートフォリオ全体の評価損益率は、たったのマイナス 7% です。このように考えると、運用資産500万円の投資家が、レバナスへ400万円投資しても全く問題ないように思えます。こんなのもうこじつけじゃないか、こんなぶっ飛んだ考え方してもいいのかと困惑した方多いと思います。なぜ将来価値を加味して資産配分を決定してもいいのか、過去に私が経験した失敗談を例に出して、ご説明したいと思います。私は20歳の時に FX にデビューしました。これちょっと飛ばしますね。これ何を言いたいかというと、ユウさんは小さいと、なんとかな、幼い頃というか20歳ぐらいで、FX でかなり溶かしちゃったんですね。それがね、30万円ぐらい溶かしたらしいんですよ。全財産の。だけど今は、その30万円の価値っていうのが、本当にもう大したことじゃないんだよということを言いたいところの例になりますので、こう見ていただくとわかりますけど、こんだけ変わるんだよということを言っています。これちょっと飛ばして、人的資本というところをね、いきますね。人的資本とは、労働によって獲得できる収入を言います。わかりやすく言うと、給料、ボーナス、退職金のことですね。で、一般的に、若年層はあまり多くの金融資産を保有していません。その代わり、若い人は働いて稼ぐ期間が長いので、人的資本は大きくなります。金融資産は目に見えますが、人的資本は目に見えません。中高年層になると、人的資本から発生した、給料とかボーナスがですね、金融資産に変化していきます。人的資本の価値は、若年層より低下しますが、その代わり金融資産は若年層より増えていきます。そして定年退職をすると人的資本の価値はほとんど残されていません。その代わり人的資本がもたらす最大のキャッシュイン、退職金を手にします。長期的な資産運用を行うのであれば、人的資本という考え方を考慮してですね、資産運用すべき、資産配分すべきであると私は考えています。現在の運用資産500万円でレバナスの投資比率を計算すると 80% で高すぎるように思います。しかし、積み立て投資の将来価値と人的資本から発生する退職金を加味してレバナスの投資比率を計算すると 9% まで低下します。レバナスは今年 50% 値下がりました。運用資産500万円でレバナスに400万円投資していた場合、現在の資産価値は300万円です。含み損が200万円発生しています。200万の含み損、確かに痛い、大きいです。しかし、先ほどお話しした私の大失敗例を思い出してください。私は20歳の時、全財産の 86% にあたる30万円を失いました。ほぼ全財産の30万を失っても、私は今、
こうして生きています。たかが30万損したぐらいで、そんな大げさなこと言うなよと思った方、今いらっしゃると思います。同じです。たかが30万と今思った方で、現時点で200万も損してる、もう最悪、悲しいと思っている方は、10年後、たかが200万と言えるようになります。今の金融資産で含み損を見てしまうと、もうレバナスなんて投資しなきゃよかったなんて思うかもしれませんが、大丈夫です。人的資本が金融資産に移り変わると、次第にたかが100万の損、たかが200万の損と言えるようになります。これすごいな、この話は、ここは。現在の運用資産に対する損失率や損失額に目が行きがちですが、目に見えない人的資本を加味して考えると、今行う全力投資は将来のある時点で考えると全力投資ではなくなります。つまり全力投資、レバナス全力投資しても OK です。これが今日の結論ですね。ここちょっと止めますね。まず、この話で、大事なところは、皆さんもそうですけど、これからその人的資本って言って、私たちで言うと、働いて、その現金の一部を積み立てをして、投資をしていくというのが前提になります。だから、やっぱりレバレッジ、ナスダック100がどうっていうよりも、今これ一括投資をして、含み損が出ている方は、それはそのままにしておいても、全体からすれば、どんどん、例えば S&P500 だとか、全世界株式とかを、毎月積み立てをして、もう積み立てをしていけば、これはね、必ず、大きくなるというのが前提になりますんでね。だからどんなことあっても、私たちで言うと、年金をもらうまでは、しっかり、積み立てをして、ね。で、僕の場合それはイデコになってますけども、イデコだってもう何が何でも、出さんっていうか、いう条件だし、毎月引き落としされるし、で、ポートフォリオはいろいろね、組めるし、っていうことで、イデコを使ってやってるわけなんですけど、このニーサとか、ニーサ口座については、もう今、ナスダックの方はそのままになってますけど、これが全体になれば、大したことじゃないよっていうことをね、言いたいんだと、この第1話ではね、思います。多分第2話、なんか、言ってましたね。第4話ぐらいまでやるとか言ってましたね。多分ですけど、今これ全体のポートフォリオの中から、レバナス全力投資してもいいよ、今はね、っていうことを言ってるわけなんですけど、これから多分、レバレッジナスダック100の、これからの資産というかね、というのも、話すんじゃないかなと思っております。はい。最後何言ってたかな？第2話で。ただし、なんだっけ？レバナスに全力投資をしてもいい条件があります。それは第2話でお話ししたいと思います。で、なお、病気や事故によって働けなくなってしまうというリスクは働けなくなったらやばいですね。一切考慮していませんので、はい、ご注意ください。そうですね。そのリスクが心配な方はですね、保険に入ってリスクヘッジをしてください。なるほど。次回第2話は、私が考えるレバナスの正しい投資法についてお話をしていきます。もう終わりますけど、やっぱり全4話から5話って、これ、ユウさんは、多分ですけど、なぜここまでこの時期にレバナスを特集で出すんだろうってちょっと考えたんですよ。で、投資塾のユウさんは、このレバナスを紹介して、一番早く広めた人だと思うんですよね。で、それは、みんながまだ、レバナスって言わなくな、言ってたのが去年ぐらいですけど、ユウさんは多分2020年のコロナのちょっと前かなぐらいにこの銘柄なんじゃみたいな台話のこのね、アイフリーレバレッジナスダック100を紹介していた。多分、
そのマジンホールドさんとかいろいろ出てきてるんですけど、その前から自分が進めてた責任があると思ったんじゃないかなと僕思うんですよね。ちょっとこう、ゆうさんの見ていただくと、わかるんですけど、これゆうさんのホームページっていうかね、トップ画面ですけど、人気の、だってアップロード画面の、まず第1位が、1年前のナスダック100とレバレッジを15年積み立てた結果どうなってるかっていうのが、このユーさんの一番再生回数が46万再生回数ですね。うん。で、これ、1、2、3、4、5、6番目。これ2年前ですね。米国株投資で11年で4000% を記録した。これ出した方がいいかな。これですね。この動画、まあ、これ、この、見えますかね。YouTube 史上初情報公開ということで、赤ライン、プラス 4000%。これが最初に紹介した確か、アイフリーレバレッジナスダック100の、当時はね、これがね、2020年のやっぱ、そうですね、2月15日でしたね。コロナの前でしたね。ちょうど暴落する前。これでした。で、僕これを見たんですよね。で、すごっ。まあ、当時、そこまで、こう、値動きまで考えられなかったとこあったので、早い段階から僕はこれ乗っかってたので、で、同じように、この、投資塾のゆうさんは、さんのね、この、アイフリーレバレッジナスダック100を、解説をしてたと思います。まだそんなにこう、みんなが見てない時でも。うん。で、そういう責任もあってか、やっぱりこの時期に、みんなが心配していることもあって、一回特集で、そうと思ったんじゃないかなと僕は思いました。うん。で、僕の方は、このアイフリーレバレッジナスダック100は、まあ、タイミングがまだ早かったっていうとこもあって、まあ、損は出てないですけど、この時の投資したくらいの値段ぐらいに今なってます。ここから下がってくれば含み損も出るかもしれません。ただ、まだこれも、全然その全体のポートフォリオからすると多分S&P500 だとかいろんなポートフォリオが積み立てってことで今日言われたようにこのナスダックもそんなにこう影響力が大きくならない。あとは、仮想通貨もそうですね。はい。と思います。なので一番大事なのはやっぱりまだ S&P500 っていうものを本当にあと、前債株式を働いて、積み立て NISA でも、iDeCo でも、本当に毎月毎月、投資をしていくっていうか、積み立てをしていく。もうこれが絶対大事だと思うんですね。そうすると、いろんなものに関しては、10年、変な話、20年できれば、ね、皆さんでもし20年後、同じようにこうやって、ちゃんと話していって、ほらねって言える時って来るといいなと。僕はそれで死んじゃったらあれですけど。はい。多分、皆さん、投資塾のゆうさんだって、この、投資塾を始められたのが3年ぐらい前だったと思うんですよ。だから、で、もう今では、長期の積み立てをする人とかは、本当によく見てる方も多いと思うんですよね。だから、本当にこの投資をされてる方って、私も含めて、この3年ぐらいで増えてきて、今年に入ってもしかしたらもうやめたっていう人がいるかもしれない。だけど、続けていれば、必ず私たちのナスダックとかもそうですけど、きっと、楽しい未来というかね、出てくるんじゃないかなって思ってます。だからそれを一番可能性を感じるのが、可能性として感じるのがナスダックだし、で、安定的な、世界最強をずっと誇ってるだろうなって思ってるのは、この10年ぐらいですよ。は、やっぱり S&P500 だし。ここが、それを脅かす企業、インドであったり、中国はちょっと難しいかも。中国はもしその S&P と同じぐらいの力を持ったら、そりゃもうすごいと思いますけど、まだ
政治的リスクとかあるので、ね、規制も強いですから、やっぱ民主主義の国が、企業がね、成長していくのが早いんじゃないかなと思っています。うん。なんで、まあ、そういうことも含めて、またね、改めて皆さんではしっかり、働いていって、で、稼いでもらってっていうよりも、節約、少しでも投資ができるお金をプールしておいて、ね。で、もう余ったちょっとしたお金でトレードとか値動きを見て楽しんでもらうっていうのがいいんじゃないかなって思ってます。僕も今そうしてますので、トレードの値動きは勉強してますけどね。はい。そんなにそこで3を稼ごうっていうわけではなく、勉強を続けてね、話をしてまあ、居続けたいなと思いますね。はい。はい。今日はね、こんなところ本当はね、実はこの子、教育関係で睡眠のこととかをちょっと話そうかなと思ったんですけど、ちょっと意外に前半安倍ちゃんの話を安倍ちゃんって言っているかもうね、葬儀あったので、安倍晋三元、まあ、内閣総理大臣の話でだいぶ言っちゃったのでですけど、また睡眠のこととかね、学んで最近感じたこととかもね、お話できればなと思っております。で、木曜日なんですけども、何もなければ、ちょっとまた無料売買というか無料 MA について、話をしていきたいなと思う。なんかあと新興国の話とかもしたいなと思うし、決算は、アメリカの決算はまだ先だと思うので、7月の後半だと思うので、今ちょうどね、個別株の方はなかなか、くすぶってるとこもありますのでね、またいろんな形で、注目されているものとかね、タッチしてね、お話ししたいなと思っております。ちなみにこのブレイクスルーの、面白いですよ、この子。テンションが高いですよね。日中の生産性のほぼ全てを決定すると言っても過言ではないですからね。というわけで今回はスタンフォード大学医学部教授の西野誠二さん直伝、スタンフォード式最高の睡眠の内容をもとに、今日からあなたも最高のまあ、とにかくインパクトのある人ですけど、これで、教育系 YouTuber でね、もうすぐ100万人登録者数がいるんですよ。早稲田大学のトップって言ってますけどね。いや、もうとにかくいろんな勉強法とかを若い子たちに伝えるのに、本当に研究されてて、面白いです。僕は最初すごくなんか耳障りだなと思ってたんですけど、言ってることとかがすごい洗練されてて、まあ、いいなと思ってたので、また、紹介できたらなって思ってます。まあ、ちなみに、皆さんも睡眠は、7時間から8時間の間がどうやらベストらしいです。それ以下でも、それ以上でも良くないとされています。で、7時間から8時間で、昼寝も、トータルで、7時間って考えてください。だから皆さんどれだけ寝てらっしゃるかわからないですけども、もし、昼寝ができる状況があれば、できれば、7時間よりショートしてたらそれを埋めるべく。で、それは週末でもいいみたいですね。例えば、平日で5時間ぐらいしか寝れてないっていうことであれば、週末にドカーンと寝てもらってもいいみたい。ただ、これドカーンとずっと寝てても、睡眠不足と同じ、9時間とか10時間寝てもいけない。だから前のその睡眠不足を補うっていう意味で、週末とかをボンと寝るっていうのは全然いいみたいですね。とにかく7時間かける7日。まあ変な話、1週間で49時間っていうのを意識されるといいのかなって思ってます。これをね、まあ多分時間数のことだけじゃなくて、この方は多分また内容、その睡眠の深さとかそういうことも話してると思いますけどね。はい。っていうことになります。はい。まあ今日はこんな感じでまた木曜日ね、いろんな題材を含めて相場もアラートも解説しながら、お話を進めていきたいなと思っております。はい。今日またちょっとトラブルありましたけどね、またライブ、アラートライブ、この後も流していきますので、よくまたアラート見ていただいて、もし興味のある銘柄があれば、チャートを1時間足とか、
見ていただいて、まあ僕のシメディ、参考にしてね、お疲れ様でした。ください。ありがとうございました。はい。じゃあ僕もこれで失礼いたしますね。はい。ありがとうございました。ではまた木曜日よろしくお願いします。じゃあ、失礼いたします。